はい、獅子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は8月前半のタロットリーディングをさせていただきます。星の補足説明もしますね。早速いきたいと思います。もしまだチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。コメントもいつもありがたく拝見しています。では行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。ワンドエース、カップクイーン、ソード8、カップページ、ワンド7の逆とカップの7とワンドナイト逆ですね。気をつけることや対策がソード10の逆とスタート。オラクルはソードの4です。はい、まずですね、お誕生日迎えている方はおめでとうございます。多いと思うんですね。で、8月でちょっと気をつけていただきたいことっていうのが、まず8月4日が新月になります。でこの新月は獅子座で起こるので、獅子座の皆さんはこの新月の時に意図した願いっていうのはものすごく強力に使いやすいっていう感じになるんですね。どの新月でももちろんタイミングとしてはここで何か意図することで膨らみやすいよとか叶いやすいよ、いい流れが始まるねっていう時なんですけれども、特に自分の太陽星座や月星座で起こる新月っていうのは自分にねこうマッチしやすいっていうのかな、いい形で自分にふさわしいものが生まれやすいっていうのがあるので、今回獅子座で起こるということで、獅子座の皆さんは誕生日から自分自身に何かを決めてもいいし、または誕生日がまだ8月の後半ですっていう方も8月4日の新月からじゃあ今年はこうしようっていうふうにちょっと大きな願いを願ってみたりとか、または1年の願いじゃなくても今月はとかこの2週間はでもいいので、自分自身が自分らしくあれるような願い、自分を信じられるような、等身大の自分で輝けるよっていうような光がすごく来てる時なので、そういった自分の人生や自分自身の在り方全般、もしくは体のこととかもですね、それに関しては願い事がすごくいいかなと思います。いいタイミングです。でプラス、8月の5日から、水星というね惑星が逆行するんですね。でこれが獅子座の皆さんにとってはちょっとそのお金とか自分が持っているものっていうところで起こったりもするので、中には例えば計算が狂うみたいな形でこれぐらい稼げると思ったけどそうじゃなかったとか、逆にこれぐらい食べなくちゃと思ってたのがもっとたまったとか、そういう何か自分が予定していたことが予定通りではないっていうことに起こるっていうことが起こるかもしれません。この期間っていうのは8月の5日から9月29日まであって、ほぼ8月はずっと入っているので、全体的には交通手段が乱れやすいねとか、話が行ったり来たりしやすいねとか、コミュニケーションの誤解が生まれやすい時なので確認と余裕を持ちましょうねという時間になります。ただ獅子座の皆さんにとってはそれが特にお金の計算や自分の価値とか物事の価値っていうものに誤解をしやすかったりするので、そこを気をつけてほしいなっていうことと、他にもですね、一般的にはやっぱり何かをアップデートするとか、ソフトに関したとことか、最近はもう全部 IT ですから、そういったことに関してもちょっと混乱が起こりやすいかなっていう時なので、ちょっと余裕を持った対策というか向き合い方がいいかなと思います。そうですね。それを踏まえた上でのカードも見るんですが、ただ8月5日のこの水星の逆行始まる時、同時に金星も乙女座に入るということで、非常にこの金運とかお金とか自分の価値っていうところにまた新しい感覚が生まれてくる感じがあるんですね。じゃあもっと稼ぐぞとか、もっと自分自身に価値を持てるように好きなことをしようとか、何か感覚や自分自身の喜ばせるための豊かさっていうものが入ってくる時なんですけれども、それが誤解しやすかったりちょっと出たり入ったりしやすいのでねっていうタイミングです。でそれを踏まえた上で見ると、やはりこの8月っていうのはなんか意気揚々としてるっていうか、8月は予定がいっぱいあるとか、絶対こうしようと思うみたいな、そういう感じが見受けられます。夏休みはこうしようとかね、お盆休みはこうしようとか、自分の誕生日はこうするんだみたいな、そんな感じがあって、非常にいい
スタートを切れそうですね。でなぜそう思うかっていうと、やはりそこまでの間、例えば7月中は忙しかったんだとか、7月中に何か自分を制限したような、ちょっとここでソードの8っていうカードが出てるんですが、ちょっと自分がまるで時間にすごく束縛されていたりとか、何かの思いとかルールとか規則っていうものに自分が縛られて、ちょっと苦しいなみたいな感じがあったからこそ、じゃあもうそれ外そうとか、いやもっと自分で自分のことを喜ばせようとかっていう形で、ちょっとこんなことやってみたいなっていう思いとか、新しいアイディアだったり可能性っていうのが今ちょうど出てきてるなっていう感じなんですね。でそれをやるぞみたいな感じの勢いもあり、自分自身の感覚の中でそういうもう8月はこうしようみたいなね思いがあったら、それプラスその外側の運気っていうのはすごくマッチしてるので、とてもいいタイミングなんです。で実際にどうなっていくかっていった時に、ここでソードの7っていうカードが出てまして、私から見るとちょっと逆位置なんですね。なので何かやっていくぞっていう時に、まるでそれがものすごい後ろ盾があるとは感じにくいってことなんですね。例えばどこかに出かけようって言った時に、ものすごくいい天気だったら、うわすごくいい天気だし今日はものすごいピクニック日和ってなるんですけど、どこかに出かけようって言った時にはちょっと風が強いなとか、もしかしたら雨降るかもなって思ったら、なんか今日はそんなにいい日じゃないのかなって思ってしまいそうじゃないですか。そんな感じで、ご自身が何かこの8月から決めてやろうって思ってることに対して、なんとなく自分が不利な立場にいるような誤解が生まれたりとか、ちょうど水星逆行してますからね、なんかこれ違うのかなって思いやすかったり、ちょっと振り返りたくなるんだなって思います、やっぱり。でその後もカップの7ということで、じゃあこうなのかな、これもいいよな、そうそうそうこっちもいいしみたいな感じで、いろんなアイデアが自分の中に湧いてくるんですね。でこのアイデアが湧くっていうのはとってもいいことです。楽しいし可能性も広がるし、そこから取捨選択すればいいわけですからね。だけどじゃあって言って決めていきますかって言った時に、何かが自分を止めているって感じがするんですね。でこれは止めさせられているっていうわけじゃないんです。何かが自分がちょっと待とうかなみたいな感じで、今思ってる計画とか企画とか、普通に遊びに行きますとかであれば全然問題ないんですけども、何か人生において重大な決断をしようとしている時に、その思いっていうのは出てくるんだけど、ちょっと慎重になろうとか、いや今はやっぱりこれやれっていうことじゃないのかなとか、来年の方がいいのかなとか思ってみたり、でもやっぱこれをやるってことはあれだしあれだしっていろんな可能性も出てきたりして、結局じゃあ今その一歩を踏み出しますかとか、じゃあやりますかって言った時にちょっとブレーキを踏んでるんだなっていう感じが出てます。でオラクルはねやっぱりソードの4なので、そんなに焦ることはないんだなっていうふうに思います。これはゆっくりと寝かせても大丈夫だよみたいな感じ、別に今すぐそれを刈り取らなければチャンスがないっていうわけではなく、ゆっくりと本物を待とうみたいな、そんな感じがしました私は。そしてやっぱり8月29日の水星逆行が終わるまでは、もしかしたらちょっといろんな情報が流れすぎていて決めかねているっていうこともあるかもしれませんね。無理にそういう時に無理に決めなくてもいいですしね。それともう一つ対策のところで、このスタートね、このソードの10の逆っていうすごく対照的なカードが出てるんですけれども、このソードの10っていうのはちょっと体に気をつけましょうみたいな感じで、自分が何かねやろうとしてることに対し過大なプレッシャーを自分に掲げすぎてしんどくならないようにねとか、もしくは少し前に7月に感じていたその自分の体の不具合に関し、ちょっと楽観視しすぎてやっぱりしんどかったみたいなこともなりやすいってことなんですね。例えばちょっと腰痛いなみたいな感じで思っていて、でもこれ使いすぎかなとか、疲れてるかだけかななんて思って別のことに没頭している時にやっぱり腰に来るみたいな、そういうのもあるかもしれないし、なのでまず一つはちょっと肉体的なこれ休んでねっていうメッセージでもあるのでね、まず一つは肉体的に自分を酷使しないということですね。夏だしなんか頑張って筋トレしようとか、すごい頑張ってパーソナルトレーニング受けようとか思ったとしても、そんなにもうガッチガチに筋肉痛になるほどやるというよりは、体の声を聞いてねみたいな、休みたかったら休むだけでいいんじゃないとか、寝るだけでいいんじゃないとか、めちゃくちゃ鍛えるっていうのも撫でるだけでいいんじゃないぐらいの優しさで自分に向き合ってほしいなっていうのと、もう一つは
そのこうしなければ理想ではないっていう思考からももしかしたら解放される時かもしれません。これはすごく豊かにこれ理想を掲げていくとかすごく嬉しいとかっていうメッセージでもあるし、自分の中でその現状に対し未来を見て理想を掲げて、それがうまくバランス取っていくよねみたいな感じでもあるんですけど、あまりにもその理想を掲げすぎることによって自分を酷使したりとか、今の自分をこう卑下したりとかしないように気をつけてねって感じがしました。あくまでも今なんとなくこう言われてることってすごく自分の中から今ね、星ではまさに扉開きますかっていう感じの時じゃないですか。8月ってね、いわゆるなんかライオンズゲートが開くみたいに言われてる時じゃないですか。で、獅子座の皆さん、獅子座で起こる新月もあるし、自分の誕生日も迎えるし、さあじゃあっていうふうに未来に向かっていくぞみたいなエネルギーすごく高まるんですけれども、可能性はなんか今使わなかったらなくなるわけじゃないので、自分の中に芽生えている可能性や感覚っていうのは温めても大丈夫だよみたいな感じで、温めていく上で自分自身をケアすることも大事だし、その自分の理想を描くっていうイマジネーションを働かせて理想を掲げていくっていうだけでもかなりいいんだなって感じがします。ちょっとその闇雲に打ってみるみたいな、闇雲にやってみるってわけじゃなくて、ゆっくり落ち着いて今がタイミングだなって思う時まで待つっていうのもいいかもしれませんね。ちょっとこれを踏まえた上でね、お仕事のことを目指してください。仕事、カップの8とカップの4とカップキングということで、カップばっかりですね。なんか仕事って言った時に、特にこの8月の前半っていうのは仕事だけに集中してるわけじゃないんだなっていう感じがします。もちろん仕事でこんなことしたいっていう目標を掲げたりとか野心がある方全然いいんですけれども、その仕事運として見た時になんとなくじゃあそれをガンガンに推し進めるっていうよりは、こう感情面を満たしましょうみたいな感じがすごくするんですね。自分が本当に望んでいるのは何だろうかとか、何のためにやってたんだろうかとか、これが自分にとっての喜びなんだっていうことをしっかり確かめることが仕事の原動力になったり、こうちょっと大変な時に乗り切れるっていう材料になったりするみたいで、仕事っていうふうに見ててこれだけ感情みたいな感じで出てくるっていうことは、結果を出すっていうところにあまり執着しすぎずに、自分がいかに心地よく納得して今の仕事に携われるかっていうことの方が大事なんだなと思いました。なんとなく納得しづらいみたいな感じがあるんですね、仕事に対して今。で、その納得しづらいから違うことやってみようかなとか、こう誰かからの提案もあんまり素直にそれを受け取る気にもなれないし、ただ上司とかそういう人からのアイディアだったりアドバイスっていうのは聞く耳持ってもいいのかなっていう感じはしますが、それもなんかこうその人に分かってもらうとか認めてもらうっていうのではなく、自分が納得するためにその人と話をするっていう、とりあえず意見を言ってみるとかね、なんかそんな感じで出ていますので、やっぱり物事ってそんなにすごく動くわけじゃないんだなって感じがしました。自分の感情を一番よく保ってねって感じですかね。お仕事でもね、やらされるとかじゃなく、自分が納得してやるみたいな感じで。それともう一つ人間関係見ています。人間関係はね、どうでしょうか。ペンタクルス4、ペンタクルスのページとワンド5ということで、人間関係に関してはこう大事にしたい関係があるのかなって感じがしますね。これとてもいいと思いますよ。ここでなんか初めてペンタクルス出てきたって感じがあり、例えばですけど長く続けてきた友好関係、大事にしたい人関係っていうのはこれからも大事にできるし、もっとそこを濃くしていきたいっていう感じかもしれません。もっとその関係性の中で確かなものを感じたいっていう感じかな。で、感じられますよ。仕事よりもよっぽどなんか強い感情が動く感じがします。で、獅子座の皆さんはやはりもうね、去年からもそうですけど、大きくその自分の力を取り戻すんだみたいな、特に人間関係に対してはその言いなりになるとかではなく、
他者のことももちろん尊重しつつですけど、自分自身っていうのをすごくしっかり保って他者と公平に関わっていけるようになるねっていう、何か人間関係として大きな大きな学びがあるねっていう時に入っていますから、ちょうどこの8月からじゃあ新しい人生とか新しい自分になるって言った時に、誰かとの関係において飲み込まれない、飲み込まれずに自分が大事にしていきたい関係っていうのが存在していて、それを温めていけるんだなって思いました。一番確かなものって感じがします。例えば感情とか自分の在り方とか目標っていうのは結構変わりやすいですけども、別に変わったって悪いもんじゃないですけども、人間関係って言った時に変わらないものがここにあるって感じがあって、それを大事にしたいっていう思いもありますね。ちょっとだけ何を優先させるかっていうところでいろんな人が出てきたり、いろんな情報や可能性っていうものが出てくるので、人間関係の中で何を優先させるかっていうことは少し考えさせられるかもしれませんね。何も言わずうまくいくっていうよりも、ちょっとした摩擦だったりとか、お互いの思いがある中で、でもこうだよね、あそうだねみたいな、そういうちゃんと意見交換があって、いわゆるブレインストーミングみたいな感じでいろんな意見が出てくる中でいいものを作っていくっていう感じですかね。それもね、ちょうどさっき言ったその水星の逆行期間もあるので、情報があっち行きこっち行きしたりとか考えがしたりっていうのはあるかもしれませんけど、でもいいですね。大事にしたいものがあって、それを大事にしていけるって感じで出ています。そしてちょっとオラクルをね、もう一枚見させてください。ソードの4ですもんね。ちょっとエアコン切ったらめちゃくちゃ暑くなってきた。汗がはい、ちょっと待ってください。ソードの4ね、これですね。再生ですね。再生というカードが出てます。何かがやっぱり一つの時代が終わって、古い自分が終わって新しくなるということですね。これとてもいいサイクルですから、1年の中でもとってもいいサイクルですよね。誕生日を迎えるっていうのはね。誕生日の前って若干ちょっとモヤモヤしたりとか、いろんなことあったりするかもしれないですけど、ちょうど8月4日の新月から自分は新しくなるんだ、そして決めたことっていうのを現実に落とし込んでいくのも、誕生日からでもいいし、誕生日過ぎてからでもいいし、8月からっていうふうに決めてもいいんでしょうね。新しくなるよって言われてます。ちょっと最後にもう一枚オラクルカード引かせてください。獅子座の皆さんどう？はい、このカードが出ました。これはもしね、このカードを見て皆さんもご自身の直感を使ってメッセージを受け取れたら、受け取ってどんなコメント、どんなメッセージを受け取ったのかぜひ聞かせてください。いいですね。ムーンガデスということで、ゴデスということで、ハイヤーパワーっていう、自分が自分だと思っている力だったりとか、自分にはこれぐらいしかできないと思ってるものではなくて、もっともう一回り大きくなるようなエネルギーっていうものが今届いていて、実際届いてると思うんですよね、今この8月って。でそれを自分が生かしながら、もうちょっと自分を高めることができるよとか、おそらくですけど、ご自身が思ってる自分像みたいなものとか、今まで使ってきたエネルギーではないエネルギーで自分を見て、そこに自分を引き上げていくとか、何か状況に対しても今までとは違う自分のエネルギーっていうものを使っていけるんだなって感じがしました。はい、ということで何か参考になれば嬉しいです。もしちょっとでも参考になりましたって方は、ぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。次回またね、8月の中旬ぐらいに次の動画をアップしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。